はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックスとかね、管楽器を演奏しているときにですね、演奏しているときに自分の音が聞こえない、聞きづらいっていうね、経験した方はね、おそらくいっぱいいると思うんですよ。いっぱいというか、むしろ 100% 全員が経験したことだと思うんですけれどもね、今日はその対処法の一つ、誰でもできるね、簡単なイヤモニターのシステムの作り方ね、自己完結、自分だけでできるイヤモニターのね、システムの作り方をですね、ちょっと紹介しようと思うので、ぜひ見ていってください。じゃあいきなりなんですけれども、完成図からまずね、見ちゃおうと思います。今日語りたいことはこれなんですね。はい、見てください。ね、こんな風に写真ありますけど、イヤホンとマイクとアンプがあります。今回はこの3つだけを使って自分が出した音、自分が演奏した音をそのまま直接自分の耳に聞こえるようにシステムを組み上げるというのが今日の、お話です。で、これ誰にもね、迷惑かけることなくですね、自分だけで完結できるんですね。もう、なので、今回のサムネね、自己完結型みたいな風に書いてあったと思うんですけれども、もう自分だけで自分の音を聞くためだけのシステムを今回は組み上げていきましょう。今日語ることは3つです。1つはですね、どうやってシステムを組み上げるのか。それからもう1つが、どういう機材をね、選べばいいのか。それから3つ目が、注意点ですね、を語っていきます。はい、じゃあ写真見ながらね、一枚一枚説明していきます。はい、じゃあまず初めの写真を見てみましょう。はい、まず一番初めの写真がね、3つ機材があります。3つだけです、今回使うのは、機材はね。はい、1つがマイク。そして1つがアンプ。そして1つがイヤホンですね。なので、この3つだけを使います。で、これらの機材なんですけれども、全部概要欄にね、リンク貼っとくので、興味ある方はね、ぜひ後で見てください。はい、じゃあ一つずつね、機材を見ていきましょう。まずは一番簡単なね、イヤホンですね。僕が使ってるね、イヤホンはこんな感じのね、イヤホンなんですけれども、まあ、通称 IEM ですね。インイヤーモニターですね。こんな風にね、耳の湾曲にね、こう合わせられるような形になってます。で、それをね、こうやって耳に入れると。で、こんな風に装着するんですけどね、綺麗にね、耳の湾曲にこう、セットして、こう入れると。で、まあ、イヤホンなんですけれども、こういったイヤホンじゃなくてもね、構いません。こういった普通のね、イヤホンでも、どんなんでも構いませんので、イヤホン一つね、準備してください。ただね、少しね、ケーブルが若干ね、長い方がいいかなと思います。あんまね、短すぎるとね、アンプに届かなかったりするのでね、まあ、1メートルちょっとあれば大丈夫じゃないかなと思います。なのでね、イヤホン、これはまず一つですね。はい、そしたら次にですね、そのイヤホンを鳴らすためのアンプが必要ですね。なので、このアンプ。僕の場合はね、この P2 というアンプを使ってます。ね、かなりみんな使ってるやつでね、音量調整もできて、イヤホンのね、自分の音量を調整するのにね、必要なので、で、使い方簡単でね、イヤホンのね、イヤホンジャックをここにね、プッと差し込んで、電源をオンにするだけですと。はい、これでね、音が聞こえるという状況になります。はい。はい、じゃあ次にマイクの話なんですけれども、これが一番ややこしいんですね。普通ね、マイクって言ったらですね、皆さんクリップ型マイク、まあ、例えばサックスだったらね、こんな感じの、トランペットでもね、トロンボーンでもこういうのを使う方いると思うんですけども、こうやってね、クリップしてね、こうやって自分で演奏するじゃないですか。うん。なんですけれども、これが今回組むシステムの中で結構ややこしくてですね、こういったクリップマイクっていうのはですね、コンデンサーマイクって言ってですね、電源が必要なんですよ。こいつを鳴らすために、ここから電源を供給しなきゃいけないんですね。そうするとですね、今回僕が語りたい自己完結型になりづらいんですよ。なぜかというと、このマイクを鳴らすための電源がまずもう一個必要になってしまうので、そうなるとですね、結構機材がこう増えてきてしまうと。今回ね、3つだけ機材を使うって言いましたけど、3つどころじゃなくて、もうちょっと機材が必要になってきてしまうので、こういったこのワイヤーがついた、このコンデンサーマイクを使うとですね、結構システムがね、ぐちゃぐちゃになっちゃうので、これはね、今回避けるという方法でいきます。はい。じゃあ何を使うかというとですね、前回も何回かの動画でやりましたけれども、僕がね、よく使ってるこいつです。
このマイクのシステム。ね、これもコンデンサーなんですけれども、すでに電源がここから供給されているので、自己完結、もうワイヤーもついてないし、他の機材が全く必要ないというマイクなんですね。これ NAX B6 って言って、まあ、例えばサックス、それから、トランペット、トロンボーン、まあ、おそらくユーフォニアムとかね、何でも使えると思いますが、ここで、なんでこのワイヤーがなくてですね、ここ自己完結できるかというと、これにすでに電源がついてるんです。よいしょ、ポチッと。するとね、こう緑になりますけれども、こうするとですね、もうすでにこの状態でマイクが使えるんですよ。もうマイク、音が出る状況になるので、なので、僕のおすすめはですね、この NAX B6 を使うとですね、もうそれだけで他の機材いらなくなっちゃうという、すっごい便利なね、マイクですね。はい。じゃあ、組み方を見ていきましょう。音のね、出る順にやっていきます。はい。じゃあ、まずね、このマイクを、管楽器につけます。はい。つけました。ここ終わりです。はい。そして次なんですけれども、この、アンプですね。ヘッドホンの、このイヤホンのアンプと、このね、マイクのレシーバーをね、こうセットしなければならないと。はい。これでセットしました。で、ここまではもうね、音が来ているということですね。そして最後にこのイヤホンをこう装着して、これでイヤホンで弾くということですね。すると、もうこれだけです。もう機材これだけで終わりです。マイク、レシーバー、アンプ、イヤホン。以上です。で、面白いことに、このイヤホンのね、ワイヤーはついてるんですけど、他のワイヤー1個もないです。つまりイヤホンだけです、ワイヤーがあるのは。なので、完全に自己完結型で、もうこれだけの機材で自分の音を聞き取ることができるということですね。じゃあね、早速ね、僕ね、弾いてみますね。まずね、これね、アンプをオンにして、少し音量調整しますね。それでね、あんまり大きくするとね、いきなり大きい音出ちゃうとね、耳痛くなっちゃうのでね。で、こう、音を出してみます。自分で。サックスで。はい。なるほど。はいはい。もうちょっと大きくしても大丈夫かなつって自分でね、こう、調整をしていきますと。じゃあちょっとね、イヤホン落ちちゃったのでね。めちゃくちゃ聞こえますね。いいですね。はい。もうちょっと上げてもいいかな。とってもよく聞こえます。なのでね、これでもう完全に自己完結型のね、モニターシステムが、完全に組み上がったわけですね。はい。はい、そしたら次にですね、このモニターシステムのね、注意点をね、語っていきたいと思います。まずイヤホンなんですけれども、今ね、僕こうやって両耳にやってますけれども、できればね、片耳こうやって外しといた方がいいですね。なぜかっていうとね、結構密閉性のいいね、このイヤホンだったらね、周りで話してる声とかがね、全然全く聞こえなくなっちゃうので、片耳開けてね、片耳だけで聞くのがね、おすすめです。で、もう一つの注意点なんですけれども、今回ね、このシステム組んだ時に、このワイヤレスのね、マイクを使ったわけですよ。なのでね、電波を使ってるわけじゃないですか、ワイヤレスなのでね。なので、その演奏の現場でですね、他にもワイヤレスのシステムを組んでたりする場合は、いくら自己完結のね、このシステムだとは言ってもね、その電波がね、他の電波とこう、混戦する恐れがあるということなので、もしこれをね、ワイヤレスのマイクを使う場合にはですね、必ず事前にその周波数とかをね、周りの関係者と必ず事前に話し合って、混戦しないようにですね、必ず調整をしてから、自分のシステムを組んでください。そしてもう一点なんですけれども、実際に音を吹いてみたときですね。って弾いたときに、もうちょっとこの音量欲しいな。例えば、このアンプですね。イヤホンのアンプをこの最大にしてもですね、ちょっと音量小さいかなって思う、場合もあると思うんですよ。ところがその場合できることっていうのは、このマイクですね。マイクから出たシグナルをこう増幅させなきゃいけないんですよ。
うん。なので、その場合は、さすがにね、もう一つ機材が必要になります。例えば、ミキサーとかね、そういう自分のちっちゃなミキサーを持って、やるとか、そのぐらいしかもう方法はないので、その場合はですね、まあまた、もうちょっと機材が増えると思うんですけれども、まあ僕が思うにはね、まあそんなにその爆音が欲しいっていう、ね、人もいないでしょうから、自分の音があくまでもね、ここでね、周りの音に負けずにね、しっかりとここで聞くっていう、それが目的なので、まあ、ほとんど大丈夫だとは思います。はい。それで自分の音がね、聞きづらかった経験があるっていう人はね、いいねボタン。それからね、もっとね、自分の音を聞きたいな、システム組んでみたいなっていう人はね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、余談なんですけれども、このヘッドホンアンプね、僕ここにね、フミってね、思いっきりステッカー貼ってますけどね。これね、なんでかっていうとね、この P2 とかね、こういうヘッドホンのね、イヤホンのアンプってね、この結構いろんな人が使ってるのでね、似てるんですよ。全部もちろんね、真っ黒だしね。なのでね、自分のがどれかわかんなくね、なる恐れもあるので、ここね、ステッカー貼ってます、僕は。はい。はい、ということで今日は自己完結のね、モニターシステムをね、自分で簡単に作っちゃおうというね、動画でした。これね、本当に管楽器奏者って、僕も含めてなんですけど、みんな困るんですよ。自分の音が聞こえない、聞こえない、聞こえない。うん。でもなんでこの自分の音が聞こえないかっていうのはですね、理由は一つだけじゃないんですよ。その現場にもよるし、なぜ自分の音が聞こえないかなんてね、その理由はもう無限にあるんですね。でも、聞こえない、聞こえない、聞こえないって言い続けてもしょうがないんですよ。だって聞こえないもんは聞こえないんだから。うん。だからそうなった時に、やっぱり自分でね、自分で解決するそれをなんとかっていうのがですね、いいのかなと思いますので、本当に、本当に困ってる人はね、一度こういうシステムをね、そんなに高いもんじゃないのでね、組んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまたこの機材の話についてはね、結構僕ちょくちょく動画でね、語るのでね、また似たような話が出てきたらですね、動画にしたいと思います。じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバーイ。